こんにちは。今日も一日お疲れ様でした。今回は僕が自立するためにするべきことというお話をしていこうと思います。まず簡単に自己紹介しておくと、僕は現在37歳独身で週3日のアルバイトと少しの副業で生活しています。10代の頃から奨学金と20代の頃に詐欺被害に遭ったことで総額700万の借金を背負うことになりましたが、33歳の時にようやく返済が終わりました。以来少し体調を崩しやすくなってしまいまして、現在は母と同居しながら少しゆとりを持って働いています。この自立っていうのは一般的には親元を離れて経済的にも生活的にも自分でやりくりをすることだと思うんですけど、20代の頃から家賃光熱費はずっと払いつつ、借金返済で毎月預金残高が0円になるみたいな生活をずっとしていたので、普通に自立するにはちょっと自分には難しかったんですよね。幼少期から実家もなくて、母は父からの養育費も一切なしで、女手一人で3人の子育てに奮闘して貧困化している中で、母と別居するっていうことは、母の生活費を工面した上で自分の生活も全て賄うということになるので、借金をしていた当時の僕にはとても実現できるものではなかったんですよね。もっとたくさん稼げるように仕事を取捨選択できればよかったんですけど、10代の頃からもう生きるのに必死だったんでね、情けなく思う部分と生きるのって難しいなって思う部分でよく悩んでいました。借金を終えた33歳から現在までの4年間で、今までの借金生活があったことから、生活コストを限りなく下げているので、現在は貯金も少しできるような生活レベルにはなってきたんですね。現在の家庭環境で言うと、僕と母の関係はかなり良好な状態で、仲も良くて生活家事も役割分担しているので、不満に思うことって一つもないんですよね。食事洗濯を母がやってくれて、掃除とゴミ出しは僕がやって、で、生活費と車の維持費は僕が工面して、その分母は少ないですけど、月8万円の年金を自由に使えるっていう、文字通り支え合って不自由ない生活ができている状態なんですね。それは一つに僕が母に対して絶大な感謝と尊敬を抱いているからっていうのは、やはり大きい気がしていて、今までの彼女の人生を思えば、もうここから先の人生で辛い思いはしてほしくないなと日々思う中で、多分母も僕に対して同じことを思ってくれてると感じることがたくさんあってですね。それはやっぱりありがとうとお疲れ様を毎日言い合っている。感謝とねぎらいを忘れないっていうことを普通の感覚としてお互いに持っていて、そうして支え合ってきた中で、なんか喜べる日があれば、一人3000円の外食でも、本当に心から喜んでくれる母が、もう愛おしくてですね。昔、毎日ボロボロになりながら働いてる母の姿を見てたんですけど、逆に母も10代の頃から毎日がむしゃらに働いて、家計を支えていた僕のことを見てくれてたんですよね。まるでニーチェの言葉のように、深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いているみたいな状態だったわけですよね。そんな母も今年で77歳になるんですね。僕が3兄弟の三男なので結構高齢な母なんですよ。母も昔若い頃は一人暮らししてみたいって夢があったみたいなんですけど、結婚して所帯を持って、40歳ぐらいからいきなり無一文で独り身になって、子育てのために毎日往復2時間の通勤電車に揺られて帰ってきたら泥のように眠るっていう、半ば強制的にそんな生活になってしまったので、今となっては叶わない夢となってしまったみたいなんですけど、今はもうそれはできない現実として受け入れていて、もう一人暮らししたいとかは思っていないらしいんですね。それはそれでね、じゃあ僕が家を出て行ったら寂しくさせちゃうんだなとか思うと余計に一緒にいてあげたいなとも思うし、難しい問題ですよね。いろいろありましたけど、借金もなくなってようやくここまで生活を立て直すことができたんですよね。
そんな母との関係性があって、これからの人生を考えた時に、まあこういうこと考えるとね、本当悲しくなっちゃうんでね、あんまり考えないようにはしてるんですけど、そんな母もいつかはいなくなってしまうわけなんですよね。そうなった時に自分がどういう感情になるのか想像もできないですけど、でも独り身でいるよりはパートナーがいてくれた方が母も安心できるだろうし、自分のためにも必要なことだと思うんですけど、このまま母と一緒にいてもめちゃくちゃ幸せだし楽しいし、怪我や病気の心配もないし安心して生活できるんですけど、ただ婚活市場において37歳年収200万以下で母と同居しているっていう条件はマジで壊滅的に需要がないので、パートナーを見つけるんだったらどう考えても経済的な社会復帰と一人暮らしは完全にマストで必要なことなんですよね。それでも相手が見つかるとは限らないですけど、ただそれ以外の理由で母と別居する理由が一つもないっていうのがまあ本当悩ましいところなんですよね。でももともとこの YouTube も気持ちが落ち込んで何か変えたいと思って始めたことがきっかけだったので、目標に向かって何かを頑張れるきっかけにもしたいなと思っているんですね。なので2025年のうちに自立するための目標を2つ決めてきたんですけど、まずは仕事を頑張ること。在宅の仕事で最低でも10万円稼げるように副業を頑張ることですね。僕が家を出たとしても母の年金を考えると家賃分ぐらいの仕送りはしないと生活に支障が出てしまうので、以前出した動画でも話したことがあるんですけど、副業のみの就労形態は自分には向いていないので、どこかに雇用されて働きながらお金を稼げれば自分の生活も安定すると思うので、まずはここを目指しつつ、また体を壊さないように仕事を頑張りたいですね。次に貯蓄を一定額貯めること。借金がなくなってからの4年間で少しの貯金はできるようになったとはいえ、もう年齢も年齢なので、無茶な判断で生活を逼迫させるわけにはいかないので、体の心配もあるので、もしまたくじけてしまっても大丈夫なようにしっかり蓄えを作っておくこと。この2つをね、当面の目標として頑張っていきつつ、途中経過もこの YouTube でお話ししていけたらいいなと思います。親子関係って本当千差万別で、良好な関係だけではなく、本当に目も当てられないような親子関係って存在しているので、僕もね、10代の時になんでうちにはこんなにお金がなくて、みんなが学校行きながら好きなことやってる時に僕は毎日働かなきゃいけないんだろうって思ったこともあるんですよね。でもそんな憎しみの矛を母に向けてしまったら、お互いが不幸になってしまう。親子で傷つけ合うことになってしまうので、僕は親がしてくれなかったことよりもしてくれたことのありがたみに早くに気づくことができたので、だからこそ今いい親子関係でいられるんだと思うんですよ。でもやっぱりそうじゃない親も世の中にはたくさんいて、まだまだ人格も伴わないような子供のような人たちが親になって大変な環境にいる人もたくさんいる中で、もう最悪の親を持ってしまった時に良好な関係を無理に続けようとすることで、状況が悪くなる可能性もあるので、そういう人たちには自分の命を最優先する判断をしてもらいたいなって思いますね。何はともあれ、僕は自分の人生を前に進めるためにも、今回話した目標に向かって頑張りたいと思います。はい。今回はこれで終わります。最後まで聞いてくれてありがとうございました。